シュトーレン、シューマッハ、メッサーシュミット、ストルーパイ、プレッツェル、この本底削る作業がね一番嫌いですね。でこれ斜めなのでウィールだとねつけられないんですよ、この模様が。どうもこんばんは。今日はこのレイジーマンの靴、前回すくい縫いやったんですけど、これの中物入れてソール貼ってベベルのウエストにするあたりをやりたいと思います。今こんな感じですね。ウェルトがついてます。でここすくい縫いの溝を作ってたんですけど、これはね皮を戻して埋めました。すくい縫いが見えなくなってます。でまずはここ線引いてあるんですけど、ウェルト、これウェルトの幅を土踏まず部分はカットするので、これを最初やります。この土踏まず部分を細く見せるためにこの部分をカットします。こんな感じで幅を狭くしたので、ここ今度ね厚みを減らします。はい、こんな感じです。ウェルトはこれぐらいの厚みあったんですけど、この部分ウエスト部分はこれぐらい薄くしました。アッパーにへばりつく感じになってます。次はこのスチールシャンクにこれテープ巻いたやつなんですけど、これをこのウエスト部分、土踏まずの部分に貼り付けます。そしたらこの全体、中底全体に糊を塗って、でソールの形にコルクを切りましたので、ここにも糊塗ります。じゃあコルクを貼ります。で今貼ったところこんな感じなんですけど、ここねコルクの厚み分段差ができてるんで、この部分削っちゃいますね。はい、こんな感じになりました。こんな感じでウェルトからつながるように滑らかに削りました。でこのかかとの部分、中底結構飛び出てるんで、コルク削るとシャンク見えちゃうんですけど、この辺の丸みはヒールの積み上げで吸収します。でここにソールをくっつけるんですけど、これ本底です。本底はオークバークです。すごくしっかりした底なんですけど、本当に皮って思うぐらい硬いですね。で今このねコルクを埋めたところをシートに移したので、これを貼り付けて、この本底をあらかじめカットしておきます。ちなみにこの靴のデザインなんですけど、レイジーマンサイドがゴムになってて、で偽の靴ひもイミテーションレースがついてるっていうスタイルは多分イギリスのデザインなんですけど、なんていうかこのアッパーのライン取りっていうかはちょっとウィーンを意識してます。オーストリアのウィーンの靴、これもね僕の主観的なあれなんですけど、なんとなくそんな雰囲気のものを作ってみたんですけど、あとはねドイツの靴ですね。そのアッパーの感じとか、あとは特に木型をちょっとドイツをイメージしてますね。ドイツの靴っていうと既成靴だとハインリヒ・ディンケラッカーとか、あとはエドワルド・マイヤーとかあるんですけど、エドワルド・マイヤーはすごいですよ。世界最古の靴メーカーで、というか靴に限らずメーカーの中で世界最古の部類に属してるらしいんですけど、1590なんだっけ、創業が400年以上経ってて、その年代っていつかっていうと日本でいう関ヶ原の戦いのちょっと前らしいですね。そこのフォルムは結構イメージしてみました。あとはドイツのメーカーでいうと既製じゃないビスポークなんですけど、パトリック・フライさんのところとか、
あとは亮太早藤さんとかね、コルビニアン・ルドウィック・ヘスっていうところとか、何個かあるんですけど、僕の知ってる限りね、ドイツだからってこう共通する雰囲気があるというわけでもないんですけど、なんとなくねイギリスとかフランスの靴とは違った雰囲気がありまして、本当に硬いねこの革。そんな感じをちょっと木型はイメージしてます。でウィーンの靴っていうと、メーカーでいうと既製のメーカーはルディ・クライターはそうだったかな。でもほとんどビスポークがやっぱり主になるんですけど、そうするとルドルフ・シェア&ゾーネ、ハプスブルクティ御用達の靴メーカーとか、バリント、マフテイ、マテルナみたいな、そういうちょっとねかなりマイナーな靴屋があるんですけど、その辺の雰囲気なんかに若干アッパーのデザインはなんか寄せてみたというか、そういうイメージで作ってみました。かなりねマニアックなんですけど、一応そんなこと考えながらデザインとか革選びとかをやってます。で今からやるちょっと底付けもウィーンの手法というか技法を取り入れようと思っているので、ちょっと後でやりますね。でこのソールをそのまま貼り付けてもね綺麗なソールにならないので、貼る前に加工しておきます。このね今外周に線引いてあるんですけど、こんな感じでこのね線引いたこの部分外側を薄く削ります。もう本当にこの皮硬いんでね大変なんですけど、僕気づいちゃいました。靴作りの中でこの本底削る作業がね一番嫌いですねまあ当然何百とある工程の中で好きな作業とあんまり好きじゃない作業あるんですけど、この作業が一番嫌いですね。なんでかっていうと、もう硬くて本当に包丁もねしっかり研いであるんですけども、本当にもう繊維がねもう密で、これもうね3密どころじゃない密ですね。これは今緊急事態宣言でちょっとこれはまずいですね、この密度は。まあでも硬いんですけど、こう普通にこう曲がるは曲がるんですよ。でこれぐらいの曲がりがあれば靴底って十分で、硬い言ってるのは何が硬いかっていうと、削れにくいんですね。ガチガチだからって削れないかって言ったらそういうことでもないじゃないですか。当たり前だけど、タイヤのゴムって柔らかいけど削れないじゃないですか。だからそのオークバークの他人試しの底材っていうのは柔軟性と削れにくさのバランスがねすごくねいいんですよ。なんですけどこの本底加工だけが本当に辛いですね。その後のコバ加工とかはそんなに辛くない、むしろ加工がねしやすいんですけど、やっても削れないっていうか、手がひたすら痛くなる作業なんで嫌いです。でもここをしっかりやらないと綺麗なソールの造形ができないんで、ちゃんと気を抜かずやりますちなみにどれくらい削れにくいかというと、これだけガリガリに尖ったヤスリでこう削るじゃないですか。いきます。それでやっとちょっと表面削れたかなぐらいですね。ちょっと触っただけじゃ、これぐらいじゃもう表面削れもしないんですよ。恐ろしい。こんなヤスリでこれだけこすってこれでしか削れないってことはね、相当地面を歩いた時の持ちはいいってことですよね。というわけで一応削り終わりまして、こんな感じになりました。もともとの厚みはこんな感じでした。ここからこれぐらいは薄く削りましたんで、真ん中の厚みは残してあるんで、地面に触れる厚みはそのままに端っこだけ少し薄くしてあります。今のり塗ったやつを水につけときましたんで、柔らかくなったソールを貼り付けます。いきます。
ソールの感じはこんな感じですね、今のとこ。でここ縫い目のね印をいつもウィールでつけるんですけど、今回は渡るの出しの時も使ったこのディバイダーなんですけど、今回は結構細かめに縫うんですけど、こいつを使います。ディバイダーを使ったのはいつもと目付けを変えようと思って、これがウィーンらしさっていうところなんですけど、なんて言うんだっけなこれ、シュニッツェル違うな、メッサーシュミット違うな、ストルーパイ、プレッツェル、シュトーレン、シューマッハ、シュトパライだ、シュトパライ。目付けって意味らしいんですけど、斜めに入れるんですよ、目付けを。こんな風に一目ずつ斜めに入れます。今ね軽く入れちゃいます。でこれ斜めなのでウィールだとねつけられないんですよ、この模様が。だから今回はこのシュトパライをやるためにあえてディバイダー使って縫う間隔をつけて一目一目目付けごてで目付けしていきます。ちなみにこのシュトパライ2通りあるみたいで、ここの目付けを一方向にぐるっと斜めに回す方法と、全部をつま先方向に向ける方法があるっぽくて、僕は全部をつま先方向に向けるやつでやってます。はい、こんな感じです。今目付けそんなに深く入れてないんであれですけど、この斜め方向が全部つま先に向いてます。でつま先はまっすぐで、こっち側も全部つま先方向に斜めを向けました。結構これだけでね雰囲気がいつもと変わりますよね。で次回このシュトパライに合わせて出し縫いをかけていきます。中物を入れてソールを貼って目付けをしました。このシュトパライはずっとやりたかったやつなんで、すごくね出し縫いするのが楽しみです。位置としては 2mm 間隔なんで結構大変なんですけど、頑張ります。というわけで今日はこんな感じで、また次の動画でお会いしましょう。